はい。今日はですね、ウレフォンの新しいタブレットスマートフォンが届きましたので、早速紹介をしたいと思います。ウレフォンはね、タブレットスマートフォンメーカーの中でもかなりのガチですね。ウレフォンだけはガチと言われてますけど、今回もかなりの変態端末になっております。それでは早速見ていきたいと思います。箱はですね、いつものウレフォンのタブレットスマートフォンのね、箱ですね。ここは本当にコストダウンですね。全く箱はデザインしませんといった感じです。ちなみにここの品名もシールですね。で、ここのスペック表もシールです。だから箱はもう共通ということです。で、ここにスペックが書かれていますので、基本的なスペックはこちらで見ていきましょう。それではですね、品番はウレフォンのアーマー30 Pro という端末になります。当然ね、タブレットスマートフォンですので IP68、IP69K ミル規格に対応しています。まず変態ポイントの一つはですね、スピーカー搭載していますね。こういったタフネスマートフォンにはどこに需要があるか分かりませんが、巨大なスピーカーを搭載しているものがあります。こちらの端末も巨大なスピーカーを背面に搭載をしています。で、もう一つ変態ポイントです。なんとこれサブディスプレイを搭載しています。最近ですね、サブディスプレイを搭載したタフネスマートフォンが結構あるんですが、これはそういったものとはまた異なります。3.4 インチのサブディスプレイということなんで、いわゆるね、時計みたいなものが見えるディスプレイ、小さいディスプレイではありません。普通にでかいディスプレイです。で、メインの方のディスプレイです。メインとサブがある時点でちょっとおかしいんですけども、メインディスプレイの方は 6.95 インチのフル HD プラスということで、かなりディスプレイもね、大きいものになっています。で、ディスプレイのリフレッシュレートも 120Hz に対応しています。この辺は最近ですね、結構タフネスマートフォンでも当たり前に対応するようになってきました。SoC は Dimensity の 7300X というね、SoC になっています。5G に対応していますね。ストレージは 512GB です。で、カメラの方はですね、5000万画素のメインカメラ。これ結構ですね、センサーサイズも大きくて、なんとなく良さそうな感じです。で、あと6400万画素のナイトビジョン。これも搭載しています。暗視カメラですね。で、さらに5000万画素の広角カメラのトリプルカメラ構成です。カメラ構成も悪くないですね。で、バッテリーはですね、12800mAh というかなり大容量のバッテリーを搭載しております。充電は 66W の急速充電に対応しています。Android バージョンは14です。それでは早速開けていきましょう。見どころはサブディスプレイでしょうね。それでは同梱品を見ていきましょう。まず充電器ついてますね。EU プラグになりますけれども、66W の PD のね、高速充電に対応しています。あとは、Type-C、Type-C のね、結構しっかりとしたケーブルですね。充電用のケーブルと、ここにストラップついてますね。ストラップも付属しています。あとはですね、説明書、保証書関係と、SIM ピンですね。SIM トレイを引き出す、ちょっとした金具とですね。あとディスプレイの保護ガラスですね。硬い方ですね。フィルムではありません。もちろんこれメイン用になりますけれども、保護ガラスが1枚ついています。それではですね、早速本体の方を見ていきたいと思います。まず見た目はですね、やはり防水防塵性能がありますので、いわゆるタフネスマートフォン的な、大きさと厚みと重量になってますね。で、今回やっぱりその変態ポイントですね。変態ポイントはまずはスピーカーがついております。で、ここがディスプレイなんですね。わかります？まだついてませんが反射してますけども、これだけの広いディスプレイを搭載しています。通常ですね、このちょうどスピーカーがあるあたりに、ちょっとした通知とかね、時計を表示させる小さいディスプレイがあるタブレットスマートフォンは結構最近多いんですけども、この端末はここにでかいディスプレイがついているということで、そもそもタフネススマートフォンで弱点であるディスプレイを2枚搭載する必要があるのかというところはあると思いますけど、その辺を全く気にしないのがウレフォンの設計思想ですね。さすがウレフォンだけはガチ。それではぐるっと見ていきましょう。まずはこのね、周りはゴム素材です。で、サイドは金属フレーム。この辺はタフネススマートフォンではね、よくある仕様ですけど、金属フレームになっています。で、少しこの辺がですね、カーボンファイバー的な素材なのか、模様なのか、わかりますかね。このボディのところ、こういう感じの、デザインなのかね。ちょっとカーボンファイバーっぽい仕上げになっております。それ以外は、いわゆるゴムっぽい素材になっていますね。で、カメラのユニットは割とデカめです。カメラというか、スピーカー兼カメラですね。結構でかいです。それではぐるっと見ていきましょう。まず横ですね。ボリュームボタンと電源ボタンと、あとここになんか物理ボタンがありますね。これ確かシャッターだったと思います。カメラのシャッターに使えるボタンですね。もしかしたら他にも
機能をね、割り当てることができるかもしれません。後で確認してみましょう。で、ここがストラップホールです。で、そこの方はタイプ C ですね。キャップ付きになっています。で、逆サイドにウレホンではよくね、オプションの内視鏡とかをね、接続する端子ですね。端子がありますね。あと、これはカスタムキーでしょうね。このボタンに機能やアプリを割り当てることができます。で、あとは、SIM スロットです。上の方にも、これ3号のオーディオジャックありますね。これキャップ付きですけども、3号のオーディオジャックに、これ IR ブラスターかな。IR ブラスターも搭載しているみたいですね。あとはここにケースをつけるですね、別売りのケースがですね、ウレホンのアーマーシリーズには結構用意されているパターンがありますけど、それを引っ掛ける溝が切ってあります。重量は 507g ですね。バッテリーの容量も多いし、ディスプレイのサイズも大きいですね。さらにスピーカーもついてるし、ディスプレイも2枚搭載してますので、これはちょっとしょうがないかなと思います。で、本体の厚みは 21mm ですね。かなり厚めです。それではですね、端末の方を立ち上げてみました。最初から入っているアプリはこんな感じです。特に余計なものは入ってないかな。Netflix が入ってるぐらいで、あとは Google 系のものと、ウレフォンのね、基本的なアプリといったところです。一応 IR ブラスターやっぱ対応してますね。リモコンのアイコンがあります。それではデバイス情報を確認してみましょう。SoC はね、ディメンシティの7300です。これはまた後ね、ベンチマークやってみたいと思います。メモリは 16GB です。で、拡張機能に対応してますね。で、デフォルトの状態ですでに 16GB 拡張されております。おそらくこれ拡張するメモリーの量は変更できますね。12.8と変更できますけども、最初から16、MAX 拡張されています。Android バージョンは14で、ストレージは 512GB です。で、画面のリフレッシュレートは最大 120Hz ですけれども、こちらで一応手動でもね、変更できますね。60、90、120手動で選べて、あとはインテリジェント、自動ですね。この4つが選択することができます。リフレッシュレートをね、確認するサイトで見たところ、ちゃんとね、120Hz、だいたい 120fps ね、しっかりと出ています。それではね、ハンツベンチマークやってみました。ディメンシティの 7300X というね、SoC ですけれども、スコアの方は69万9000点、約70万点というところです。なので、ミドルレンジクラスですね。だから重たいゲームとかはちょっと難しいとは思いますけども、普段使いであれば、メモリのね、容量も多いので、そんなに問題なく利用できるかなと思います。それではですね、Google マップで東京駅を検索してみましょう。はい、全く問題ないですね。サクッと表示されたし、もう全然スムーズなんで、こういったね、普通の日常的な使い方であれば全く問題はないかなと思います。非常にスムーズですね。それではね、GPS のテストしてみました。77個見えて60個使っております。誤差1メートルで、アベレージ 27.2 ということです。で、位置をね、取るのも早かったし、比較的このアベレージも高いかなと思います。一応私の、経験から言うとですね、場所とか位置にもよりますけども、やっぱり格安のスマートフォンではだいたい20から21、22ぐらいなんですよ。で、ハイエンドのスマートフォンで30超えてきます。31とか32、あるいは29ぐらいですね。で、これは26、7なんで、やっぱり GPS も真ん中ぐらいの性能かなと思います。でもタフネスマートフォンだとね、やっぱ GPS 性能って結構重要じゃないかなと思いますので、そういう部分では価格を抑えながらですね、この辺のね、バランスもすごくいいんじゃないかなと思います。で、あとこの端末はですね、これを見てもですね、L1、L5 の GPS のね、デュアルバンドに対応しているようです。5G の端末だと、対応している端末が増えていきます。4G のね、格安スマホって大体対応してませんが、このクラスになると一応 L5 見えてますね。なので、先ほどのね、アベレージも良かったのかもしれませんが、この辺もですね、しっかりと GPS のデュアルバンドに対応しているということで、タフネスマートフォン用途としてはいいと思います。それではですね、背面のね、ディスプレイの設定を見ていきたいと思います。デュアルスクリーンというところがあって、ここで設定できるんですけれども、とりあえず使ってみた感じ、基本的にはですね、ここにモードがあるんですが、これだけあります。で、これインテリジェントディスプレイっていうのがあって、これはなんか自動に切り替わるっていうのかな。あと手動で切り替えたりするモードがあるんですけど、これはね、どうも動作しないみたいです。あとはメインディスプレイだけにするか、サブだけにするか、あとミラーですね。デュアルスクリーン同じディスプレイということで、全く同じ画面を
前と後ろで表示させるかっていうことなんですけども、基本的には消しておくか、これでね、画面を消しておくか、こちら側でデュアルスクリーンにするか、同じ画面をね、向こう側にも表示させるかの、この2択になるんじゃないかなと思います。はい。で、これをね、オンにすると、タッチはその代わり片一方でしかできません。メインでね、今メインになってますけども、この場合はこちら側でタッチができます。で、サブにすると、こちら側のタッチは無効になって、表示だけになって、背面のディスプレイだけがタッチできるようになります。基本的にはこちら側で操作すると思いますんで、だからこのディスプレイの使い方としては、基本的にこちら側で操作をして、向こう側で見てもらうとか、基本的にはやっぱカメラのファインダーとか、カメラのファインダーの場合は、もしかしたら向こう側でタッチできた方が、見ながら、このメインカメラですね、結構ね、メインカメラがいいので、それをね、使うっていう方法はあると思います。ただ、それ以外にあんまり使い道はないような気がしますね。だからこれもですね、単純にミラーじゃなくて、いわゆるね、小さいね、ディスプレイ搭載したタブレットスマートありますけど、あれって通知が見れたりするじゃないですか。専用の通知画面になっていたり、時計になっていたり、そういう機能はないんですよ。特別な機能はなくて、単純にメインと同じ画面を表示するかしないかだけなんで、ちょっとね、実際の利用シーンっていうのは本当にファインダー代わりに使うか、あとライブ配信とかね、そういう時に自分の姿を見ながらですね、ライブ配信、メインのカメラでライブ配信できるとか、そういう使い方になっちゃうかなというところで、なかなかね、面白い仕組みではあるんですけれども、具体的な使い道があまり見つからないのかなというところです。実際に裏のサブディスプレイはこんな感じで表示されています。さすがにですね、ディスプレイサイズが小さいので、文字も小さいんですね。だからちょっと文字を読んだりするには、なかなか厳しいかなと思います。で、こちらも一応ね、タッチには対応していますので、今ね、見てもらうと分かる通り、なかなか見えづらいですよね。結構文字が小さいので、これでこちら側でね、あえて操作するというよりは、やはりカメラのファインダー代わりって言いますかね。そういう使い方になろうかなと思います。一応タッチには対応してるんですが、やっぱり小さいんでね、押しにくかったり見にくかったりっていうところはあると思います。実際ですね、Yahoo ニュースを表示させると、こんな感じですね。はい。普通には一応、画面は小さいけど普通には使えます。ただ、あえてこちら側で操作する理由は、ないかなという感じですね。はい。一応、見れなくはないです。なので、実際の利用シーンとしてはこういう感じですね。カメラのファインダー代わりです。ライブ配信とか、あと自撮りする時のファインダーですね。はい。こんな感じです。わかりますかね。映ってるのがわかると思いますけど、今までね、小さいそのディスプレイはありましたけど、あれだとやっぱさすがに小さいんでね、画角に収まってるかどうかっていうぐらいなんで、これだったら一応ピントが合ってるかとか、明るさがどうかとかね、ある程度確認できるんで、そういうね、ファインダー代わりの使い方っていうのは一応ありかなと思います。ただ逆にそれしか使い道はないような気がします。あとですね、このね、デュアルディスプレイで、使える使い方として販売ページで紹介されていたのは、こういう翻訳ですね。こういった時に、自分にこちらの画面向けて当然喋って、相手に一応音声とか出ますけど、画面でね、一応相手に見せることができるということで、そういった使い方は、あるかなと思います。それじゃあちょっとやってみましょう。こんにちは。Hello. 私は娘のスマホです。I have my daughter's smartphone. はい、こちらにね、それが表示されてるんですよね。Yes, it's displayed here. 要は相手の人がここを見ながら、音声と実際テキストでね、確認できるということで、この辺がね、一つの使い道かなと思います。Mayu allows you to check what the person on the other end is looking at, both by voice and text, so I think this is one use for it. 今ですね、スピーカーのテストやってみました。もちろんこれシングルスピーカーで、スピーカーここですね。で、ボリュームはかなり大きいです。で、大きいんですけど割と音割れしないので、やはり屋外で、音楽を聴いたりですね。あと本当にどこに需要があるか分かりませんが、意外とタフネスマートフォンで巨大スピーカーを搭載している端末、定期的に出てくるんですよね。だからやっぱりそういうキャンプとかで音楽聴いたりとか、
あとは熊よけとかね、そういう使い方で使われる方がいるのかなと思います。なので音質というよりは、どれだけ大きい音が出せるかっていうスピーカーなんで、そういう部分で言うとしっかりと音割れしないで大きい音が出せるので、118デシベルかな。そういった目的ではいいかなと思います。で、あとこの真ん中がですね、LED になってて光ります。音に合わせて光ったり、あと通知ですね。電話を受けた時に、このスピーカーの中がちょっとね、ぼんやりと光るということで、この辺もね、見た目的に結構いいんじゃないかなと、楽しいんじゃないかなと思います。設定はですね、このインフィニティハロっていうところですかね。こちらから設定できます。音楽鳴らした時に光らせたり、あとは通知ですね。通知の時に光らせたりすることができます。一応ここでね、設定ができます。色の設定ですね。赤だったり、グリーンだったりということです。あと光り方とかも一応ここでね、簡単な設定ができます。あとアプリですね。どのアプリの通知で光らせるかっていうのもできますんで、現状メッセージ、電話とかですね。あと Gmail がオンになってますけど、ここでね、自分で設定できます。あんまり通知が多いものだとね、頻繁に光ってしまうので、なので大事な通知だけね、LED を点灯させたいとか、そういった使い方が、ここから設定ができます。で、この端末はですね、このカスタムキーですね。これがこう2つあるんですけれども、これ設定見るとですね、どうも両方ともカスタムキーとして利用できるようです。こちら側は通常のカスタムキーなんですが、こちら側も普通にね、動作やアプリを割り当てられるんですが、一応これはですね、出っ張ってないんですよ。割と埋め込まれているので、やっぱりこう押し込む感じなので、最初にカメラアプリがね、割り当てられているので、基本的にはカメラ用にね、使ってもらいたいという、ボタンなのかな、物理ボタンなのかなと思います。ただ自分で設定することはできます。だから他のアプリを割り当てることも可能です。基本的にはシャッターボタンとして多分使ってもらいたいんじゃないかなと思います。これでね、パッと撮影できるのは結構いいですよね。シャッターボタンとして利用できますが、こちらですね、スマートキー2というね、設定メニューがありますので、こちらでね、従来通りシングルクリック、ダブルクリック、長押しに操作やアプリを割り当てられます。で、スマートキー2の方ですね。これオープンカメラで先ほどのシャッターボタンですけれども、こちらもですね、シングル、ダブルクリックと、他のですね、操作やアプリを設定することができます。それではじゃあ仮にですね、長押しで懐中電灯をオンを設定してみました。それではちょっとこちらですね、カスタムキー1の方ですけど、やってみたいと思います。長押し。はい、こんな感じですね。ちゃんとライトが点灯します。それではカメラアプリ見ていきましょう。カメラアプリは一般的な、よくあるカメラアプリですね。今まで通りといった感じです。一応広角カメラ搭載してますので、広角カメラメインですね。あとデジタルズームです。デジタルは最大4倍までいけますね。あとは動画撮影です。動画撮影の方の解像度ですね。一応 4K 撮影できます。フレームレートの変更はできません。EIS ですね。手ブレ補正のオンオフあります。で、あとはナイトビジョンです。こちらは白黒になりますけれども、暗いところでも撮影できる撮影モードになりますね。暗視カメラですね。で一応これ暗視カメラですけど、はい、オートフォーカスにね、しっかりと対応しております。あとはフィルムモード。ちょっと黄色い感じになりましたね。フィルターみたいな感じですかね。あとは5000万画素で撮影するモード。あと、モッドというところに夜景とかですね。あとは AI 絵文字ですね。これはちょっとね、フェイスエフェクト的なものです。あと、ポートレートですかね。プロビデオ、マルチカメラ、タイムラプスとかスローモーションとかね。基本的に、スマートフォンでね、使う撮影モードは、一応一通り揃ってるかなと思います。
で、これはですね、インカメラで撮影をしています。ただ、インカメラもですね、3200万画素で結構カメラ性能いいと思います。実際今ね、見てる感じも割としっかりと綺麗に映ってるので、正直ね、先ほどのファインダー使わなくても、インカメラで普通にメインのディスプレイを使って、ライブ配信とかね、自撮りしても十分じゃないかなという気はします。あとマイクどうですかね。音声の入り方はどうでしょうか。ドロイド君は、こんな感じですね。非常に明るく映ってるので、実際の映像はね、どうかわかりませんが、割とインカメラの性能も悪くなさそうです。ちなみにインカメラで撮影しても一応 EIS がオンにできるんですね。どの程度効いてるかっていうところありますけども、その辺もなかなかインカメラいいんじゃないかなと思います。ということで今日はですね、ウレフォンのね、新しいタフネスマートフォン Armor30 Pro 紹介をさせていただきました。防水防塵に対応したね、タフネスマートフォンなんですけど、あとはね、タフネスマートフォンでよくあるプラスアルファの機能として、デュアルディスプレイと大型スピーカーと暗視カメラですね。本当にもう変態スマホというジャンルの商品だと思います。なかなかですね、このデュアルディスプレイの使い方っていうのは難しいかなと思いますけども、ただ稀に探してたという方はいるかもしれません。そういう人向けの商品を作るのがウレフォンです。こちらの商品に興味のある方はね、動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回以上です。